口の中に入れて、パラパラっとほぐれるようなお寿司が私は一番美味しいと思います。この寿司酢ははい何が入ってるんですか？米酢とお塩です。お酢はもう1種類ですか？そうです。砂糖なし？砂糖の代わりに味を入れてます。ごまかしの効かないシャリだと思いますね。砂糖を入れない方が。これ今日の小肌は、産地はどこの小肌ですか？天草です。結構皮目が柔らかくて脂がありますね。こちらが今日締めたもので、こっちは昨日締めたものです。大将から見ておかみさんは、まあせっかくの機会なんかいいところというか、いっぱいありすぎて言い切れないですね。逆におかみから大将はどんな方なんですか？温厚ですね。見た目怖いけど優しいです。のれんかけた時によっしゃっていう気持ちになります。人形町駅から徒歩3分の場所に店を構える知る人ぞ知る名店銀座久兵衛。なだまんなどで修行を重ねた職人歴40年超えのベテラン大将が奥様のおかみと共に夫婦二人三脚で店を切り盛りしています。おまかせは税込み22,000円で、品数が多くユニークな一品も含まれるつまみと塩酢のみの米酢シャリを背骨にした握りは計20品超えの構成で満足度がとても高いです。こわもてだが話しかけるとユーモアな一面を見せる大将と、ホスピタリティに満ち溢れるおかみのもてなしについつい長居したくなってしまう雰囲気を感じる名店です。最高。姫サザエに沖縄で採れた枝豆と、天然のわらびです。美味しそう。なんかしっかりしてますね、身が。私と一緒でしっかりします。肝の苦みがいいですね。一品目はだからこういうちょっと3品盛りみたいな感じで出すことが多いですか？そうですね。はい。でもやっぱもうこの一品目から大人の通なお寿司屋さんだなっていう印象がもう。日本酒はあまり香りの強いものと甘いものは置いてないですね。じゃあこう食中酒としてお寿司に合いそうな感じの、はい、すっきりしたのが結構多い。はい、そうです。これは梅肉です。はい、失礼します。アラです。アラは日本海の方ですか？そうです。ソフトな感じ。食べ頃だと思います。どれぐらい置かれたんですか？4日目ぐらいですかね。しっとり系ですね。はい。で梅は結構しっかりなんていうかな、シャープな酸味系の。でまたでもこの梅肉の塩味となんか日本酒がちょっとクイッていきたくなるような。思いますね。こちら味付いてますんで、そのまま召し上がってください。これは1時間半ぐらい煮てあります。ちょっとでも皮目のこのなんていうかゼラチン質は残しつつ、はい、芯が硬くはないけどちゃんと噛む食感があるというか、そこを残さないと私はいけないと思って、美味しいです。絶妙っすね。大将から見ておかみさんは、まあせっかくの機会なんかいいところというか、いっぱいありすぎて言い切れないですね。逆におかみから大将はどんな方なんですか？温厚ですね。見た目怖いけど優しいです。
そうします。カツオです。これからし醤油買ってます。今日カツオはどちらのカツオですか？気仙沼です。シンプルにうまいですね。一口二口でまた次のおつまみへっていうこのポーションの感じもなんか柿崎さんの気遣いが現れてる気がします。ありがとうございます。ハマグリの酒蒸しです。優しい。美味しいです。やっぱこのハマグリ特有のなんというか地味深いエキスというか、はい、ちょっとなんか肝臓に優しい感じの。いいと思います。内臓も入ってるんで多分ハマグリの味がすると思います。石川県七尾です。うんまっ。ありがとうございます。これ大好き。これ大好き。あん肝です。これ紹興酒と八角で煮てあります。台湾料理みたいな感じですかね。確かに台湾風っていうの分かるかも。はい。この仕立てははいどうやって思いついたんですか？台湾料理食べに行って思いつきました。あん肝本当に定番の高級寿司のおつまみじゃないですか。この食べさせ方は初めてかもしれない。あ、そうですか。はい、これ完全柿崎さんオリジナルですよね。そうです。あんこうがでかいといいあん肝になるってことですか？そうとは限らないです、そうとは限らない。人間もあまりアルコール飲みすぎると肝臓が来てありますけど美味しくはないと思いますね。人間のそれでも食べたことないんで。いや、そうっすね。何よ、なんか危険な、これ怪しいですけど、何ですか？危険な薬物ですね。薬物ですか？ちょっとやめてください。牡蠣はどちらの？宮城です。海外っぽい味になるというか、うまい。なんでまた牡蠣にこのハラペーニョなんですか？まあ海外行った時に海外で結構ケチャップとかに、タバスコとかそれで牡蠣を召し上がる方を見て、真似事です。タバスコっていうのは牡蠣のために作られたものらしいですよ。そうなんですか？そうらしいです。牡蠣ハラペーニョは、はい、だいたいいつ頃食べれるとかって季節はありますか？でもだいたいこういう牡蠣があるんで、ほとんど置いてあります。台湾風あん肝とはい牡蠣ハラペーニョ、はい、まあ電話でもし本当食べたい方いたら、はい、事前に言えば、ちょっとはい、いやこの2品はちょっとびっくりした。山桃です。山桃。はい。醤油と酒とみりんに、つけて焼いてあります。大将これ白米くださいよこれ。はい、佐渡のご飯でいいですか？でも全然酸っぱくないですね。なんか甘く煮てあるんで。すごい体にいい味がします。体にいいと思います。はい。お客様は結構お酒召し上がる方多いんで。はい。この寿司酢は何が入ってるんですか？米酢とお塩です。お酢はもう1種類ですか？そうです。砂糖なし？砂糖の代わりに味を入れてます。柿崎さんにとってのシャリを言葉にするならなんかどんな存在ですか？ネタと同じぐらい大事なものだと思います。シャリを切る時のポイントっていうのはどういうところですか？
シャリを切るっていうぐらいですからこう素早く宮島を動かさないといけないと思います。寿司酢のはい塩梅だったり量っていうのははい柿崎さんになって今17年ぐらいお店やってらっしゃったじゃないですか、そこからもずっと変わってないんですか？一度も変えてないですね。はあ。結構しっかりパンチがあるそうですね。塩辛さ。はいうん。タイの昆布締めです。昆布が結構しっかり塩味があるなと思って、一晩ですけどもこのシャリの硬さは本当やみつきになる感じですね。いわゆるシャリデンテ系の。今日のマグロはトロはタッピーの120キロぐらいですね。赤身は個体違いですか？赤身は違います、産地は一緒ですけど、これは150キロぐらいの背の部分です。タピース150キロぐらいです。赤身ですけどやっぱちゃんとふっくらとしてちょっと脂があるというか、腹側だけどちょっとセトロっぽい感じのふんわりとろけていく。今の中トロは血合い岸から2番目、余韻がしっかり残る感じの。まあどんどん味が濃くなってきますね。赤身、中トロ、大トロの部位の中で個人的に一番好きな部位はどこですか？赤身です。おお、それは何でですか？どういうところが好きですか？できれば酸味のある赤身食べたいです。日比谷線浅草線の人形町駅 A3 出口から徒歩3分です。17時30分オープンで最終入店が22時。で今はもう夜のみの営業ということですね。はい。はい。定休日はありますか？定休日は、日曜日と祝日、月曜日以外の祝日は時々営業してますので、食べログと、一皿、ポケットコンシェルジュで、ネット予約が可能です。あとはお電話直接いただけると助かります。お任せ今おいくらでやってらっしゃるんですか？2万2000円お任せコースのみです。粋な町人形町にぜひ遊びに来てください。和風に紫身です。これ贅沢ですね。すごい。美味しいです。これがレブンのバフンですね、今日は。そうです。でバフンやっぱうまいですね。連続で2種類食べるとはい違いがすごい分かりやすいです。クリーミーではい。濃厚な感じはバフンで、やっぱこの海の塩の香りでちょっとビターな大人な感じが紫海っていうこの対比ですよね。でこれはそれぞれ美味しいし好みが多分ありますよね、人によって。分かれますね。これ時期によってはいウニの食べ比べの種類は変わるんですか？一応大体2種類置いてあります。はい。これはどういう買い方をしてるんですか？このウニ屋さんとの買い方。まあ信頼関係しかないですかね。試食はさせてもらえないんで。今日どこの？これは愛知です。お、ありがとうございます。ちょっとこう綿？は
はいちょっと残してる。そうですね、はい、香りがあるんで。お願いします。このホルム逆に新しい。80歳ぐらいです。あ、違う、ちょっとくったりして。はいあ、でも食感がちゃんと締まってて、これちょっとさっと湯引きですか？完全生。いい意味でこの鶏貝の生々しさがすごいある。うわー、迫り来る車エビ。なんか今日一番頬張る幸せを感じられる一貫。これ今日の小肌は、はい、産地はどこの小肌ですか？天草です。結構皮目が柔らかくて脂がありますね。これ小肌みたいなちっちゃい魚っていうのはどうですか？一匹一匹の個体差とかって感じやすかったりするんですか？開いてみるとやっぱりありますね。ありますか？はい。もう色もそうですし、脂の乗り具合ですとか、皮目が硬いとか柔らかいとか、感覚の世界ってことですよね。はい。まずこれを塩を洗って、ここから酢。はい。はい。まあどの魚も結構塩当てるじゃないですか。はい。改めて伺うんですけど、これは何のために塩を当ててるんですか？小肌はやっぱりまるっきり生じゃ食べられないですからね。はい。多分塩をしないで酢を回しても美味しくないと思います。少し酒で割ってます。日本酒を入れて。大将の中でこのお酒をちょっと入れてるっていうのはなんかどんなニュアンスなんですか？まあ、まろやかになると思います。こちらが今日締めたもので、こっちは昨日締めたものです。やっぱりまだフレッシュだと赤みがかってて、はい。やっぱ酢が入ってくるとどんどん白くなっていく。そうですね。すっきりしてるというよりはやっぱ生々しいで、やっぱ脂がすごいあるっていうのが分かる。アジプラスイワシ割る2みたいな感じです。この皮の食感がワイルドというか、やっぱまだ荒々しいというか、大将の昔みたいな、分かんないですけど合成してるんで全然違う。柿崎さんの小肌の感じは結構特徴的だなと思ってて、酢というよりは塩味系の小肌、はい。これで塩何分ぐらい30分ぐらいですね。で、お酢が10分。余韻がすっきり。結構最初しっかりパンチがあったんですよ、この小肌。シャリがうまく感じるな、この子です。深みがやっぱ違いますね。食べ終わった後の寿司食ったっていうのはやっぱまあ結局こっち。柚子胡椒入ってますんで。穴子を柚子胡椒で食べるってすごい珍しいと思うんですけど、
はい。これはどういう考え方で？まあ爪も美味しいですけど、素材の味がよくわかるんじゃないかと思いました。柿崎さんは今63歳の代じゃないですか、ある種お寿司一筋のはい。人生を歩まれてるのかなっていう客観的に見ると思うんですけど、なんでそこまで続けられるんですか？妻です。ええまかみなくちょっとやっぱ脂があります今日。そうですね。はい。ふっくらしてる。無理かなと思います。何ですかこの握りは。結構しっかり。伸ばしてないんで、この梅干し叩いてるだけ。これ大将もう一杯って最後もう一杯ってなりそうなぐらいはい。酒が進む握り。ホタテの味する。なんかホタテの香りとこの卵のちょっとスイーツっぽい甘い感じとか不思議な共存。大将改めて寿司柿崎さんのシャリは、はい。お米とそのお酢とかの塩梅をぜひ教えていただきたいんですけども、はい。お米はまず何を使うんでしょうか？幸せ小町という、お米です。お酢秋田県そうですね。大将の地元ですね、はい秋田県。お酢は米酢と粗塩だけです。砂糖なしで塩だけっていうこの潔さがなかなか効かない白シャリだなと思って。ごまかしの効かないシャリだと思うんですね。うん砂糖入れない方が。うんうん、ほんのり酸味がきて、でもやっぱ米の甘みとこのちょっと粗塩の塩っ気はい。が相まって、なんかこうさっきも言ったんですけどやっぱちょっと銀シャリっぽいというか。私はお寿司っていうのは、口の中に入れてパラパラっとほぐれるのが美味しいと思うんで、私はですね。うんうんうん。いやでもなんといっても一番は米の硬さだと思います。この炊き上がりのこれは本当に特徴的。ありがとうございます。美味しい。うわ最後まで最高でした。改めて寿司柿崎さんのこだわってらっしゃるところとか、大切にされてるところってどんなところでしょうか？シャリですね。口の中に入れて、パラパラっとほぐれるようなお寿司が私は一番美味しいと思います。一通りいただいて、まずこのおまかせ22,000円というこの金額の中に品数であったりとかおつまみが結構しっかり出て、握りもちょっと今日シャリを大きめにしていただきましたけど、ちゃんとボリューミーだったりちゃんと仕事が入ってくるネタがあったり、でもちょっと遊び心がある一品が入ってきたりとかっていうので、なんかすごい満足度が高い構成だったりボリューム感なのかなっていうのを自分は感じました。ありがとうございます。はい、台湾あん肝と柿ハラペーニョ、この2品はやっぱりつまみのエースというか、ギアチェンジをするホームランバッターっていうか、ここの2品がやっぱり今日まずおつまみパートで言うとやられたっていう感じだったので、ぜひ皆さんに食べていただきたいなっていうふうに思ったっていうのが、よろしくお願いします。はい、握りはシャリがまず握りのパート通してもずっと印象的で、硬いこの食感とでもお米の甘さだったりネタとの相性だったりっていうのがすごい印象的でした。で最初はやっぱ昆布締めから始まって、ここも硬派な始まりかなと思いつつ、2貫目からマグロ3連チャンであったりとか、そこから小肌いくかなと思いきやウニの食べ比べとか、強いボールを積み重ねていく感じかなっていうふうに思いますっていう感じで、本当に楽しかったです。ありがとうございました。また今後ともよろしくお願いします。こちらこそすいません。今日はごちそうさまでした。こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。